目覚めた地球人へ。今日は自分を育てる右脳思考、映像記憶と脳を快適にする育脳についてお話しします。右脳と左脳の機能や特徴を知ることで今体感している感情につながっていきます。快適な思考で考えなくてもわかる脳、右脳を上手に使える方法のお話です。ぜひ最後まで聞いてほしいです。これからの地球は考える思考とネガティブな感情に振り回される時代が終わります。この動画を見ることで目には見えないエネルギーのことが知ることができます。もし地球で映画や漫画のようなことが起きても、今の転換期の地球の浄化として受け入れていくことができます。ネガティブな感情に振り回されているのが辛い。今自分に悩んでいて、いくら考えてもどうしたらいいのかわからないという方、子育てに悩んでいる方、今からでも実践することで体感することができると思います。内側の自分と会話ができるようになると、今までの考え方や概念は全く必要はないことに気がつくことができます。潜在意識や量子力学、脳科学を独自で学び始めて、科学では解明できていないスピリチュアルなこと、物質の現実では目には見えることだけではないこと、感情や思考の波動で現実を作って日常に試し続けている毎日の自分を信じて、この動画を配信しています。今回は思考をテーマにして、右脳思考で自分を育てる、快適な思考をフル活用する記憶の方法についてお話ししていきます。この動画では私の実験や体験と思考の情報も踏まえて配信しています。できるだけ新しい情報も取り入れながら話していきたいと思います。右脳が活性化するトレーニングと左脳から右脳に切り替える方法について、まずは右脳と左脳についてお話ししていきますね。右脳は芸術的でひらめきやアイデアの機能があり、左脳は読み書きの言語、分析力が機能します。脳に多少の偏りがあるのは当たり前です。大人になった段階でどちらかに偏って発達しているのは、その人間の脳の成長です。左脳は言語、数字とか情報を理解することを得意としています。左脳思考が強い人は左脳の方を特化して使いますので、右脳が活性化していなかったり使えていないんです。要は右脳に切り替えていないんですね。脳は左右の切り替えで成り立っています。しかし右脳と左脳の切り替えが苦手だから左脳にずっと特化してしまう。こだわりがすごく強くなってしまう特性になっていきます。それを改善するには右を使えるようにしていくことです。右に切り替えるのが苦手で左ばかりを使ってしまうと、パッとすぐに切り替えることができない行動をしてしまいます。左脳の認知とか判断力、一生懸命に勉強して詰め込んだ知識を得ることですね。脳科学にはこれは正しいんですが、数年前から従来の常識だった左脳教育、これを右脳教育を積極的に取り入れていく。脳は体と心の成長にも大きく影響することが分かってきました。感受性や学習意欲が高まる時期や効果が見られる時期の観点が違うこと。ではこれからの育脳について話していきますね。右脳の活性化することでこれからの時代に合っていく思考になっていきます。まずは快適な思考を作ることだと思うんです。右脳は左側の行動の刺激を入れることによって活性化されます。いろいろな改善方法もあります。まずは左脳の得意な情報で小さい文字とか小さいものとかを見ることがあります。右脳は全体像を見るのが得意です。左脳よりもまずは右脳の全体像を見ること、ビジョントレーニングをすることで鍛えることができます。目の情報っていうのは記憶と結びついています。視覚ですから、今日は幼児に例えて話を進めていきますね。小さい子供は目からの情報が整理できなかったりするので、実際に直接に
触れるのっていうのが大事です。まず大人も子供もできるビジョントレーニングを話していきますね。速読や写真集、画像を記憶として覚えていく。これは全体像を見る右脳トレーニングになります。左脳をよく使う子供はこれを苦手だったりしますが、やっていくうちに右脳の使い方が身についてきます。ビジョントレーニングは親子ですることで愛を感じる、五感で肌を感じることが大切なんです。例えば親子で子供が親の体温を感じたり、優しさを感じるのがすごく大事なんです。画像は風景や集合写真でも間違い探しでも大丈夫です。まず全体像を見ます。目に刺激を受けるので、小さい子供さんの育脳にいいと思います。ただ、左脳が好む文字とか数字は視覚から左脳にも入りますので、絵がいいですね。記憶として残るゲームも、カルタやトランプ、オセロでみんなで触れ合うリアルなものがいいです。昔の遊び方が本当に子供さんの育脳になると思います。右脳を活性化させるためにはどうしたらいいのか。スマホとパソコンに脳を例えてみます。左脳の情報処理、アプリの読み込み。右脳は CPU の機能を上げる。ハードとしてスペックを上げる。左脳はスマホで言うと新しいアプリを入れたら今までできなかったことができてすごく便利になる。どんどんスマホにアプリを入れていって CPU の限界、メモリーの限界を超えてフリーズする。脳も同じで手っ取り早いです。でも限界をいつか超えてしまってフリーズするのと同じように脳もフリーズします。はっきりと右脳思考という言葉を使うことには意味があるんです。論理的な理解、客観的に分析する力はすべて左脳です。右脳の方はひらめき、芸術、音楽だったり空間を認識する感覚や直感。最先端の脳科学では音楽は確かに全体として右脳中心ですけれど、音楽のリズムも同じぐらい左脳の能力も使っていることが分かってきました。全体的に見て左脳の特性や機能が全てではないこと、左脳だけじゃなくて右脳の機能にも着目して脳の働きが優れている、いわゆる天才脳を育てるために脳科学から見たのが右脳教育です。適した時期に右脳を刺激することが大事だってことです。論理的な思考、客観的な判断をする左脳自体が幼児期の右脳を刺激することで高まることが分かっています。左右の脳がどちらかがいいとか悪いではなくて、両方が使える快適な思考になること。考えなくても分かる脳を育むことですね。安心してください。必ずできます。今までの経験、体感していることはすべてあなたが望んだことで選んで体験してきたことです。この動画を見ている時点でこの悩みや解決、今からの人生の見つけ方を知ることに近づいています。右脳思考は子供がお母さんが大好きみたいな雰囲気になっていたり、あるいは先生が大好きっていう教室に通っているときは右脳の扉は開いています。そこに愛情が伝わって自分自身の可能性、お母さんに愛されているんだっていうようなポジティブな気持ちで学びに向かうと吸収の仕方が高まるんです。大人なら自分に向けて愛が必要になります。この愛が親子の間に流れていないと右脳思考にはならないんです。愛がない状態で学びに向かっていっても全然吸収ができない。しっかり子供のことを認めて親子の愛情が伝わっている。お母さんいつもありがとうって子供から感謝の気持ちがある雰囲気が作れば、いつもなら3時間かかるようなことでも30分でできてしまいます。左脳思考の3時間よりもいい結果が出るかもしれないです。だから右脳思考イコール
愛の思考なんです。右脳が開くと優しくなるんです。愛を受け取っているから人に愛を与えることができるんです。100% 愛を与えるのが先なんです。脳に左右があるってご存知の方がほとんどだと思うんですが、生まれてすぐは左脳よりも右脳です。完璧に右脳ですよね。周りは全く関係ない。だから小さな子供を一人にしてると危ないんです。親がちゃんと見てあげないと右脳思考で生きてますから。人間の脳は生まれてどんどん成長していきます。左脳は意識して情報を入れて、理論的にある程度年齢が過ぎてこないと使えません。右脳は生まれた時から発達していて、もうそのまま取り込むことができます。簡単に言うと、子供の頃の右脳って覚えようという努力はまずいらないんです。読み聞かせるだけでいいし、同じことも繰り返すと勝手に右脳に言ってくれる。右脳の元の特徴は平和なので、取り込める容量の大きい脳の方に情報を入れる形。右脳をよりよく発達させるのが右脳教育です。自然と優しくなるし、穏やかになるし、右脳だけで育つと理性として意識しないでもどんどん情報が取り込めるってところはすごくいいと思います。平和的な考え方もいい。何より右脳教育は記憶力や理解力が高くなって好奇心旺盛になります。勉強に苦労することはまずありえません。国語の仮名や漢字も10回も続けて書かなくてもすぐ覚えます。学校の宿題は単純な作業としてやることになります。数回書いたら頭に入って覚えてしまうので、勉強時間をすごく短く済むようになります。勉強時間も短く済めば、好きな趣味とか好きなことに時間を合わせられる。人生で考えてみても、すごくお得で楽になると思うんです。右脳自体が持っている特徴を生かして、左脳である程度制御が必要になればいいんじゃないかなって思うんです。あなたが地球に来た目的はあなたしか分かりません。他者は知りません。他者に答えを求めずに疑問があれば自らが調べて自問自答で決めていく。今の行動で作っている未来はもうすぐあなたの目の前に見えてきます。ここでまとめです。今一番大事なのはじっくり考える能力を高める。じっくり考えて答えを出す能力って大人になってからも一番重要です。考えなくてもわかる直感的な脳を育んでおくとどういうことが起こるのか。頭の中で左脳の思考力を使って右脳の直感と組み合わせて正解を出す。最終的にすごい思考力は実はその思考力を支える直感力に依存していること。考えなくてもわかる直感力を幼児の時期に育てておくと天才的な思考力が身につくことがある。左脳の思考力も大事ですが、脳にはストレスがかかり考えることが嫌いになる。幼児期の直感力を伸ばせるだけ伸ばして右脳力を育てておくことで、少し余談ですが赤ちゃんあるあるです。お母さんお父さんがすべての子供のお手本になります。赤ちゃんにじっと見られたりしたことありませんか？赤ちゃんは言葉を話さないからわからないって思っていませんか？実は全部伝わってると思って接した方がいいんです。例えば手助けを必要として地球人はゼロから覚えていくことを体験するために生まれています。なので事務的に親が接していることはそれは赤ちゃんの人格として見ていない証拠になります。愛を持って話しかけて
親子であっても所有物ではない別の人格を持った人間として接してあげると、赤ちゃんは人として話しかけてもらえることが自己肯定感になります。最初に体感するのは自己肯定感だと私は思います。人間として認めてくれている安心感、認めてくれる両親。大人は右脳に鍵がかかっているだけで、開ければ右脳を大人でもフル活用できるんです。大人の場合はそこに瞑想や深呼吸とかイメージをしないと自分自身が右脳モードに入らないだけです。大人は右脳の能力が使えるのか、このことを知ってるのと知らないのとでは右脳思考を勘違いしてしまうことも出てきます。知っていれば選ぶことができるし、知らなかったらやってみようって思うこともできない。何も知らないで手探りで不安で過ごすよりも少しでも楽に、ストレスなく何事にもスタートできることにつなげれるように、今の時代から伝えられるのは大切だと思います。普段当たり前に出てくる思考は人生で考えてきた記憶のようなものです。人間は脳を使うことで現実を作ります。今までの古い概念や思い込みを外して、新しい考え方も取り入れていくことで、今からの地球の波動に合ってきます。自分自身のできることも分かってきます。他者のことは気にせずに、批判もせず、比較もせず、波動の低い感情はどんどん手放していきましょう。心地の悪い感情をすべて手放すことです。アイデアとひらめきは個性のこれからのスキルです。人生を歩いていける道しるべです。今を生きているパワフルで勇気のある素晴らしい地球人は、他者と比べる、競う、争うことは必要なく、全く無意味なんです。あなたはたった一人の個性のある存在です。あなたの代わりはこの物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら個々のテーマと目的のために生まれて地球で生きているからです。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価していただけると励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。